皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2020年8月16日日曜日になります。前回の、動画が5月30日でしたので、約2ヶ月半ぶりという形になってしまいました。その間に起きた出来事や、最近ハマっていることなどを交えて4つお話をさせていただこうと思っております。少しの間ですが、お付き合いいただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。1つ目の話題からいきます。新型コロナウイルスに関してです。これは連日テレビでも放送されていますよね。5月の中旬以降に緊急事態宣言が解除されて、少しずつ行動を広げていけるかなというふうに思っておりました。あの頃はですね。で、県をまたがないようにから県をまたいでもいいですよというふうに緩んでいった頃、新規感染者がどんどん増えていったということで、我が家ではまだまだちょっと危ないんじゃないかなということで、出かけるのを完全に自粛していました。で、現在でも会社と家の往復を車を使って人と接することなく行っていますし、2、3日に一度は食材を買い出しに近くのスーパーに行っています。それ以外は以前のように月に数回楽しんでいた外食も一切しなくなりました。時折、テイクアウトなどを使って食事を楽しんでいます。こういう状況です。4月の頃よりも今現在は PCR 検査というものが普及して、検査の数が増えたことで、感染者の数が増えていっているということもあるんでしょうけれども、軒並み増えていっている。で、今特に不安に思っているのは、感染者の中には全くの無症状の方も多くなってきている。ということは、症状が出なくて気がつかないうちに人にうつしてしまっている。そういうような、状況が現在の状況ですよね。それがすごく怖いなというふうに思っています。ですから極力人とは接しないようにしていますし、マスクをしてアルコール消毒をしてということを日々心がけています。ただ、身近に、感染したという方がいらっしゃらなくて、まだまだ、多少他人事のような部分がありましたが、最近ですね、会計士の方と話していて、知り合いの知り合いがとかいうのが増えてきたわけですね。そういうところに感染者が出てきたということで、ここ横浜、会社の川崎あたりはちょっと人数が増えているところでもありますので、特にもう身を引き締めて自粛モード全開で頑張っております。このお盆休みも1週間ありましたけれども、一歩も、ほとんど外に出ずですね、食材の買い出しだけで家にずっとこもっておりました。おかげさまで我が家も、そして私の身内も知り合いも今のところは、直接の知り合いも感染者はまだゼロですという形で、ありがたいなと思って日々自粛生活を続けているところです。2番目の話題です。2番目の話題はこの YouTube に関してです。この YouTube ナオミライフというチャンネルでは、私の日々の行動を動画として取り上げてで見ていただいているというものなんですけれども、何せこの自粛生活で家にずっといますので、変わったこともなく、以前のようにキャンピングカーであっちこっち行って、美味しいもの食べたとか、こんな経験したとか、そういうものも一切、ないわけですから、もうネタ切れ状態、ネタ切れという言い方変ですけれども、ネタ切れ状態なんですね。それで、2ヶ月半ぐらい更新できなかったわけです。そんな中でも、新規の登録者の方がいてくださったり、過去の動画にコメントをいただいたりということでびっくりしています。ありがたいですね。本当にありがとうございます。感謝いたします。そして、夫と2人で驚いたのは、過去の動画でキャンピングカーの内装編というものが、
再生回数が1万件を超えていたりとか、もうこれには夫と2人でもびっくりで、わあ、こんなに見てくださってる方がいるんだな、キャンピングカーって皆さんが知りたいものいっぱいあるんだろうなというふうに思いました。なので、キャンピングカーに関して、いろいろな動画を上げていけたらなというふうにも思っておりますが、何せこの自粛生活で、出かけることが叶わないという状況です。社員の方からは、キャンピングカーはいいよね、自粛生活でもあちこち行ったって3密にならないしいいんじゃない、出かけでもっていうふうな言葉もいただきました。ところが最近テレビでも言っていますが、車を傷つけられる、他県のナンバーを見ると傷つける、いたずらする、そういうような、ニュースも流れています。もちろん車を傷つけられるのもすごく嫌な気持ちになりますし、ただ行った先でも外食といって食事をすることができなかったり、あとはお風呂に入ることができなかったり、そうすると芯から楽しめるのかな、そう思って結局出かけないでおります。こういった形で、キャンピングカーのネタがなかなか、動画として上げられないという現状にあります。キャンピングカーを購入したのはあちらこちらに行きたいというのも一つの、目的ではありますけれども、災害時にも、役立てることができる、災害時にあるととても便利だろうというふうに思ったのも一つのきっかけです。このキャンピングカー現在はどうしているかというと、会社の敷地内でゆっくりと体を休めているところです。時々、私たちが FF ヒーターといって冬に使うものなんですけれども、 FF ヒーターも夏場でも燃焼させなければいけないので、定期的に燃焼させたり、あるいはバッテリーが上がらない程度に会社の敷地内を移動させたり、そして、バーコード状態の汚れが、ついた時にかわいそうなので必ず洗車をするようにという形で、日々内側も外側もチェックしながら、すぐに快適に、移動できるように、キャンピングカーをした状態で、キャンピングカーは今現在ゆっくりと体を休めて眠っているような状態です。ということで、この YouTube もお伝えしたいなと思うことが、出てきた時に、順次更新していきたいと思っておりますので、温かく見守っていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。3つ目の話題に行きます。これは、自粛生活で最近私が夢中になってハマっているものをご紹介したいなというふうに思います。テレビでは、ストレスという言葉を聞かない日はないですよね。最近ではニュースで小学生がストレスがたまるんです、こんな風にはっきりと断言したのを見るともうびっくりしてしまって、もうすぐ57歳になる私は小学生の時にストレスという言葉を使ったことがなかったなというふうに思っております。最近では小学生も大変ですね。外に行ってあるいは人と会ってストレスを発散するということをしてきた方は、なかなかこの自粛生活でストレスを、溜める一方なのかもしれません。ただ、ストレスといってもストレスがない人はほとんどいないと思います。大なり小なりストレスは皆さん抱えているわけですね。それをストレスが溜まると思ってずっと溜まってとなっているよりは、少しずつ発散していく方向を考えていかれたらいいんじゃないかなというふうに思っております。私にももちろんストレスというのはあります。でも、それを感じるよりもそれを感じずに、そういうストレスということを考える余裕もないぐらい夢中になれればいいんだというふうに考えて、今やっていることがあります。もちろん、人それぞれですから、それを同じことをやったからといって全ての人が、ストレス感じませんよと言ってるわけではもちろんないんですけれども、私の場合は、私の性格上ですね、何か達成した時、
やり終えた時にものすごく感動したり達成感があったりするんですね。例えば一冊の本を読み終えた時、その本を読んでああよかったなと感動したり、あるいは一本の映画を見た時、あよかったなと思って感動する。そして、同じように年間達成する、やり終えるということの時に、ものすごく気持ちが満足感で満たされるわけですね。ということで、最近始めたものの一つでジグソーパズルというのがあります。これは、実家の母がジグソーパズル始めたんだっていうのを聞いて、それいいかもしれないなというふうに思いまして、私も早速購入してやってみました。通常なら優しいところから徐々に難しくしていくんですけれども、私の場合はもう最初からドーンと難しいのから入りましたので、ものすごく、大変な思いもしましたけれども、それが逆に、大変で四苦八苦っていうんじゃなくて、もう一つピースがはまっていくたびにもう達成感があるわけですね。パチンパチンとはまっていくときに、うわーこれはいいなというふうに思いました。もちろん全部を完成するということはもちろんそうですけれども、一つ一つこれかなと思ってはめた時に、パチンと入った時のピースが入った時のこの感覚っていうのがもうたまらなく、これはいいなっていう感覚になっています。ということで、仕上げたものをご紹介したいなというふうに思います。世界遺産にも登録されているフランスのモン・サン・ミッシェルです。海に浮かぶ修道院、一度は行ってみたいと思っております。こちらはボリビアのウユニ塩湖になります。湖に映し出された空、とても素敵な風景ですよね。一度は訪れてみたいと思っております。4つ目の話題になります。ここ数ヶ月で一番嬉しかったことをお伝えしてみたいなというふうに思います。我が家にも以前ですね、最初の動画の方にも登場していますけれども、ダックスフンド、ミニチュアダックスフンドを2匹飼っていました。次男冒険のアーサーは、13歳と半年で、長男冒険のベガスは17歳と3ヶ月で天国の方に行ってしまいましたが、その長男冒険のベガスと同級生のアリスちゃんは、ベガスが亡くなった時に、腎不全を患っていました。そのアリスちゃんは腎不全と上手にお付き合いをしながら、食欲もあって現在19歳を迎えたということです。その元気な姿を写真で見た時に、ベガスも生きていたらこうだったんだな、アリスちゃんよく頑張ってて偉いなというふうに夫と2人で感動しました。人間も動物も年を取っていくと1つや2つ、体に不自由な部分が出てきます。でも上手に付き合いながら天寿を全うしていく、これが人も動物も違うことなくやっていくべきことじゃないかなというふうに思います。現在新型コロナウイルスで、毎日自粛生活をして、大変な時期ではありますが、日々自分の健康をそれぞれの方が気をつけて楽しく、毎日を過ごしていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。最後まで、今回もご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできるのを楽しみにいたしております。皆様お元気でお過ごしください。ありがとうございました。